おはようございます。俊也です。新しいバンパーを買いました。 FD 後期型の純正バンパーです。かっこいいっすね。とりあえずボディとフィッティングをチェックしたかったんで仮で乗せてみました。いや、先日買った車外のバンパーがあまりにもボディと合わなすぎて、もしかしたらボディの方が歪んでんのかなと思って乗っけてみたんですけど、問題なさそうですね。塵の合い具合も悪くない。フェンダーとの面加減もこんな感じ。まだボルト固定も何にもしてない。ただ乗っけただけですね。で、この状態。ちょっとフェンダーの方とかは入り込んじゃってるから多少手直し必要かもしれないんですけど、そこまで大掛かりな修正とかは必要ないと思います。ボルトでつければもうちょっと引っ張られて塵の合い具合も良くなるかなっていう気がする。ボンネットとヘッドライトとの隙間加減も悪くないですね。今回うちのかみさんの希望でこの後期型の純正バンパーをつけることになったんですけども、一つだけ気に入らない点があるらしくて、このナンバー取り付け部分、ここの出っ張りが嫌なんですって。豚っ鼻に見えるって、そう言われてよーく見てみると、ボディがね滑らかな曲線でずーっと来てるのに、ここのナンバーのところだけが直線まっすぐな感じで角張ってるから、確かに違和感あるよね。でこれをどうにかしてほしいってことだったんで、ここを切り取ってで真っ平らに作り直してスムージングをします。で他にもこう傷、結構深い傷があったりとか、バンパー割れてるところがあったりとか、プラスチックのバンパーだから歪みとかも出てて、この辺ちょっとこううねうねうねっと変な感じがしてたりとか、この取り付け部分、フェンダーの取り付け部分分かりやすいかな。ここねちょっと歪んで膨らんじゃってるんですよね。こういうところも全て手直ししてこのバンパーをきれいに仕上げていきたいと思います。いやー、傷とかは全然いいんですけど、このナンバープレートのところの作り替え、ここがちょっとネックかな。うまいことできるかどうか自信ないけど頑張ってやってみたいと思います。一旦バンパー外しちゃいます。まずは割れてるところの修理から。これ PP じゃないんですよ、ウレタンなんですよね。熱溶着でくっつけられるかどうか。 PP だとね溶かしてくっつけれるんですけど、ウレタンできなかったんじゃなかったかな。できたかな。やっぱくっつかない。溶けるは溶けるんだけどくっつかないね。針金とか埋め込んでもダメかな。溶かして入れて、でさらに埋めたところをコテで完全に蓋をする。ダメだ。溶けるけどこの針金とかにも全然絡んでくれない。熱溶着じゃ作業できないんだ。接着剤でやらなきゃダメだ。全然ダメですね。バンパー溶けはするんだけどくっつかない。で針金埋め込んでとかもやったんですけど、針金にも絡み悪いしすぐに剥がれちゃう。実験、これウレタンの端材です。これ溶かしてくっつける。はい、こんだけドロドロに溶かしてもくっつかない。銅メッシュを溶かしたけどこれもくっつかない。ダメなんですよねウレタン。材質変わって次は PP。 だいたい最近の車のバンパーとかはみんな PP が多いかな。あと内装部品とかもね PP 多いですね。これね簡単に溶けるしね、すごい簡単にくっつくんですよ。とりあえず溶かした感じ、こうしっかりとくっつく。ほら
剥がれない。銅メッシュもこんな感じで簡単に溶け込む。でもし樹脂の厚みが足りないなっていう時は、なんか適当なバンパーから端材持ってきて溶かしてくっつけることもできるんで、パテつける前に厚みをねプラスチック自体で持たせることもできますね。こんな感じで端材溶かして肉盛りすることもできる。こうすればパテの使う量も少なくて済むし、綺麗に形が作れます。これ強度バッチリですよ。しっかりと銅メッシュが中に溶け込んでるから。このメッシュ自体がね補強の骨代わりになってくれて、めっちゃこれいいんですよ。それじゃあこの割れてるところ溶かしてくっつけるのできないんで、今回はメグミクス接着剤使って直していきます。とりあえずここの形がずれないようにアルミテープで一回固定します。よし。脱脂して補強用のガラスネット、ガラスクロスかな、これを貼っていきます。よし。メグミックス、最初に出てくるやつは混ざってないのがあるから少しこう捨てて、であとは塗り込む。で表面整えるために成形シートを貼っつけて、赤外線で10分硬化させました。もうガッチガチ状態です。それこんな感じになります。そしたらひっくり返して、次は表側から同じように接着剤で固定していきます。これノズルもすぐ固まっちゃうから、使うたびに新しいノズルに交換です。じゃん。おお、いいね。がっちり固定されました。ほら、ひねっても割れない。こっちこんなにねじっても割れない。こんだけしっかりくっついてれば大丈夫でしょう。よいしょ。そしたら一旦スポイラーを戻します。続いてナンバーの取り付けベース、ここの加工をやっていきます。この出っ張ってる部分が嫌だってことなんで、ここで切り落として、で他のバンパーからここの形になるようなやつを移植して固定していく、そんな感じですね。でバンパーねじれちゃったりとかしたら嫌なんで、車に固定した状態で作業やっていきます。下側もリップスポイラーつけてねじれないようにして、でボディ側も固定して、この状態だったらうまく作業ができるんじゃないかなと思います。で移植に使っていくバンパーはこちら、ヤフオクで1円で出てたジャンクの前期型バンパーです。前期のバンパーだとここね何もないから、ここをこう切り落として使えるかなと思って、これ1円です。もうべっこりいってて、まともに直して使えるようなバンパーじゃない。
だからこれを切り刻んで使っていきたいと思います。どこのラインで切ろうかな。まずはここでしょ。下が問題よね。できるだけ違和感のないように。力のかかり具合も考えなきゃいけないしな。はあ、なんかバンパー切るのもなんか忍びないな。なんかもったいない感じがするな。まあいいか、やらなきゃ仕方ない。いきます。刃を入れてしまった。取れた。取っちゃった。まあ綺麗に落とせました。そしたら同じサイズになるようにドナーのバンパーから切り落とします。ある程度ですけどね、ピタッと合う感じじゃないからちょっと大きめに。カメラのバッテリーが切れちゃってた。こんな感じでカットできました。これをこっち側にあてがって、やっぱり大きめに切ったからちょっとでかいね。これがぴったりはまるように微調整しながら合わせていきます。結構ここの R の付き方が違う。前期型のバンパーの方が丸っこいんだね。こっちに入り込もうとしてるね。いいんじゃないかい。便器。お、結構いいとこ来たんじゃない。一応なんとなく形はいいところ持ってきたんですけど、やっぱ前期と後期でバンパーの丸みが違うからピタッとは来ないですね。そしたらとりあえず表側から。裏側はね、後でいくらでも削ってメグミックス持っていくらでも修正できるんで、表側をピタッと合わせる感じでいきます。とりあえずずれないようにアルミテープで位置決め。これで位置合わせるときにへっこんでる分にはいくらでもパテつけたりとかして修正できるんですけど、出っ張りすぎてるとね、樹脂削るのがすごく大変になっちゃうんで、そこだけ注意して位置を合わせていきます。これで脱脂して、
ガラスネットあって、メグミックス持っていきます。次はグレーですね。さっき黒いのだったんですけど、今度グレーです。硬化時間が違います。作業をしやすいというか、ちょっと固まりにくいやつ。面積が広いからあんまり早く固まってしまうと盛り終わる前に固まって使えなくなっちゃうんで。ちょっと待ってね、こっちがもう固まり始めちゃうと思うから少しずつ進めていかないと。うわ、一本使い切った。マジか、結構使うな。がっちり固定できました。そしたら裏側も接着剤で固定していきます。よいしょ。接着完了。完全硬化してもうガッチガチ状態です。こんだけしっかりくっついていれば外れることはないと思います。絶対外れない。これでとりあえず形にはなったので、これから研ぎですね。接着剤持ったところデコボコ状態だから、これ削って平らにします。こっちの割れてた部分はちょっと盛りすぎなぐらい持っちゃったから、これも削って滑らかにしなきゃ。で他にも傷があったりとか歪みがあったりとか、バンパー、あちこちやらなきゃいけないところあるんで、全体削って滑らかな形を作っていきたいと思います。とりあえず削って形ある程度作ったんですけど、まだねちょっとパテつけるにはねへこみが深すぎるんですよね。だからもう一発メグミックス入れてここ埋めてしまいたいと思います。
あとエンブレムの穴、これを埋めてほしいって言われてたんで、これも埋めます。この FD はフロントバンパーエンブレムレスにするそうです。研ぎを入れるとこんな感じになります。接着面積がだいぶ広くなったね。もともと多分このぐらいだったと思うんですよね。それが両側にこうやって広がったから、よりしっかりとくっついてる形になります。エンブレムの穴埋めはこんな感じです。この穴開いてた部分深めに削り込んどいたんで、今これでだいぶフラットな感じになってます。そしたらパテ付けですね。今回使っていくのはこちら、ソーラーのバンパーパテ。ただしバンパーパテあんまりね厚みつけられないんですよね。このソーラーのパテで3ミリまでだったかな。パテの厚み3ミリまでしか盛れないので、できる限り元の状態で形作っておかないとね。あんまりパテを厚くしすぎると、それはそれでパテが割れる原因になっちゃうから。だからさっきメグミックスで一発目形持ったんですよね。バンパーパテと普通のポリパテ、パテの硬さの違い。普通のパテだとこれひねるとねすぐパキっていくんですよ。ほら全然曲がらないというか柔らかさがない。ほらそれに比べてバンパーパテはもうこうやってもう曲げることができる。これだけ追従性がある。たださすがにねこう真っ二つにグッてやるようなやり方すると割れるけど、ある程度の柔らかさはねパテ自体が持ってます。普通のポリパテはもうちょびっとも曲がらない。ちょっとひねろうとするだけでこんな感じだから、 PP とかウレタンのバンパー使う時はこういうバンパー用のパテ使った方がバンパー組み付ける時のねじれとかに対応できるんで、割れたりとか剥がれたりするリスクが少なくなります。パテを持ったら滑らかでだいぶそれっぽい感じになってきました。これからパテの研ぎですね。裏面はこんな感じです。でこれからパテ研ぎなんですけど、多分1回じゃね形出ないと思うんですよ。2回とか3回パテ乗せなきゃいけないと思うんで、とりあえずダブルアクションで削って大まかな形を整えます。使う番手は80番。これで削っていきます。パテ2回目つけていきます。まだねこの辺が低いで、今回パテつけるときはバンパー車に乗っけた状態でつけていきます。バンパーねじれて形になったら嫌だから、こっから仕上げなんできっちりと面が出せるように車に固定した状態です。この辺もなんか波打ってんだよな。
はい、ということでパテを持っては削りを繰り返すこと5回。やっとそれっぽい形になってきた。ダメだね、ウレタンバンパー柔らかいからさ、パテを盛るとこのパテの収縮で引っ張られてバンパーがねどんどんへこんでっちゃう。パテを盛れば盛るほどバンパーがへこむというね、もう悲惨。こういう角っこの部分はいいんですよ。こういう角とかこのヘッドライトのところとか強度がある部分、硬さがあるとねパテ持ってもそんなへこんだりとかしないんですぐ形出るんですけど、こういう真っ平らな部分もうどんどんへこんでっちゃう。ここの真ん中のパッチ作ってメグミックスでくっつけた時割とフラットに合わせたんですけど、パテでどんどん引っ張られてこう裏側に押し出されて、こっちの方が分かりやすいかな。こんだけね裏側に押し出されてる。どんどんへこんじゃってる。パテも合計で 400g ぐらい持ったのかな。パテ作る時にね重さ測りながらいつも作ってるんで、多分そのぐらい あると思う。持ってもねかなり重いですもん。バンパーがすごく重くなっちゃった。で多分ここがね深くなっちゃってるんで、厚さ的に5ミリ下手したら10ミリぐらいパテ入ってるかもしれない。あんまりねスマートじゃないですよね、この作りがね。まあこうなってしまった原因としては材質がウレタンだからっていうのと、あとここの平面真っ平らな部分が広いっていうところだね。ここの面積が狭かったりとか、もしくはここでこうせめてこうねなんかこうプレスラインみたいなのが入ってて補強みたいな強度が上がるような作りになってればここまではならなかったと思うんですけど、あとメグミックスでくっつけた時にもう少し綺麗に形を出せてればよかったのかもしれないね。結構ね前期と後期でバンパー形状違うんですよ。前期はこういう感じで上の方からストーンと落ちてきて、折れ曲がってるような、正面から見るとフラットな感じですね。に対して後期のバンパーっていうかな、三角形を描くようなこんな感じでね鋭く尖った形してるから、切り出してくっつけたバンパーの形もピタッと合わなかったからね、その辺もうまくいかなかった原因だと思います。一応今回のこのやり方でうまいこといけばいいなとは思って作業進めてたんですけど、でもこんだけパテついちゃうとねあんま良くないですもんね。パテ割れるリスクもあるしバンパーも重くなっちゃったし、あんまりスマートじゃないんでプラン B に変更します。ということでフロントバンパーもっと綺麗に直すために別な作業方法でやっていきます。これから材料注文かけます。材料届くまでにねちょっと時間かかると思うから、それまでフロントバンパーの作業は保留。今回のこの作業のやり方がプラン A で、これがうまくいかなかった時のパターンがプラン B ね。でそれでもダメだった時、この FRP のバンパーを直す、それがプラン C でした。とりあえずプラン B、次のフロントバンパーの作業動画までお待ちください。このフロントバンパーの完成動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。